You got time to build these two? No, I've got so much to do. Man, me too. Many girl kits. I got a meeting in a minute too, so what are we gonna do? We've got lots of staff in the office. Do you think there's anyone we could sucker into building these? Yeah, probably. Let's see. はい、ガンプラ TV です。今日、紹介するのは、バンダイのニューキット、ハイパーファンクションオーディーンと、ハイパーファンクションの LBX ルシファーです。トットとデイビッドがね、どうやら興味がないっていうことで、今回代わり、2人に代わって、僕、ケンジが、このキットを紹介します。ダンボール戦記シリーズのプラモデルなんだけど、こちらね、ダンボール戦記知らない人もいるかな。ダンボール戦記ってシリーズはね、約10年前に、2010年に、プレイステーションポータブル、こちらのゲームから発売されて、このゲーム自体はね、レベル5、稲妻11とか、妖怪ウォッチ、みんなが知ってるガンダムエイジだね。こんなゲームとかアニメを制作してたゲーム会社なんだけども、こちらのゲームがメインになってたね。で、ゲームジャンルとしてはプラモクラフト RPG って言ってね、自分のロボット、LBX を操ってバトルを積み重ねてストーリーを進めるゲームだったね。相手からパーツをゲットして機体やパーツ、経験値を積ませてレベルアップする、ゲームなんだ。すごいカスタマイズ性が無限に楽しめるゲームとして当時大人気だったんだ。でね、さらにすごいのがね、アニメの放送と合わせて、バンダイからアニメ同様の1分の1リアルスケールのプラモデルが次々と発売されてたんだよ。アニメと連動したメディアミックス、すごい話題になったね。アニメを見た後に子供たちがプラモをすぐ作って楽しめるから、すごいブームになって、アニメ自体はね、ダンボール戦記、1シーズンで終わんなくて、続編のダンボールダブル、ダンボール戦記ウォーズシリーズが続いて約3年間、137話を放送したんだ。プラモデル自体も人気があってね、最後のナンバリングがナンバー59、LBX シャドウルシファー。だからその、全部で、ね、キット自体は59体。昔出てたんだよ。その他ウェポンパーツなども多くも発売されて、ステッカーとかね、すごいカスタマイズが楽しめたんで、バンダイとしてはね、ガンプラに続く大人気プラモシリーズとなってね、すごい。でもそんなもう10年前のキットなんだけど、あえて10年経ちました。完全新規金型で、今回ハイパーアクションだね。ハイパーアクションシリーズとして、発売しました。復活だね。まあ完全新規金型からどうなったんだろうね。まあ当時の、1000円ぐらいのキットだったんだけど、これではね、ちょっと表現できなかった、すごいリアリティの高いディティールとかね。もともとこの内部に入ってる内部フレームのコアスケルトンっていうのはこれも中に入ってるんだけど、こういうのを再現するためにハイパーファンクションシリーズとして、新しくなったね。実はハイパーファンクションシリーズはね、去年からLBX アキレスと LBX ジエンペラー、この2つが先に出てるんだけども、今回先月ね、ついに、このシリーズの中でも主人公機として人気なオーディーンと、ライバル機としてすごいこちらのプロポーションがかっこいい、ルシファーが出たんで今回紹介したいと思います。はい、それではまず、ハイパーファンクション LBX オーディーンから、紹介します。当時作られてたキットとですね、だいぶ変わりまして、プロポーションがすげえかっこいいんですよね。この足が長かったりね、このね、手のあたりも長かったり、こういうところもすごい細部が作り込まれてますね。実際これシールもすごく少ない状態で、ほぼ色プラだけで組んでいくんですけど、ここまで再現されるとちょっと昔懐かしいと思ってた人も驚くようなキットになってるんじゃないかな。
これがね、中にコアスケルトンっていうフレームが入ってるんで、よく動くんですよ。これね、足も動きますね。ここもボールジョイントになってるのかな。こういう動きがね、こういうとこもね、内部がクリアパーツが使われてたり、ウィング自体もかなり稼働をしますね。もちろん、この辺も動きますね。メインのここがね、クリアパーツが使われてるんで、だいぶクールに印象に仕上がってますね。まあ、こいつの、武器として大きなこのランサー、ツインランサーね。これが、ついてるんですけども、ビームランサー、リタリエイターっていうのかな。これ自身もね、すごい大きなランスでね、ポーズがね、ガンガン決まる。で、中にさっき言ったように、コアスケルトンっていうフレームが入ってるんで、全然足とかがへたらない。どんなポーズでも結構できちゃうんですけどね。そう、ちょっとね、よくできてはいるんだけど、あちこちね、取れやすい部分もあるんで、まあ、それはパチ組みなんで、ちょっと接着剤をつけてあげて、あげればいいかな。まあ、関節自体はしっかりしてるんで、どんなポーズが決まって遊べると思います。あ、また取れちゃった。で、これのですね、一番の特徴は、変形、飛行モードにですね、変形するっていうことで、それをちょっと紹介していきたいと思いますね。で、飛行モードへの変形は、実際、手首を変えるだけで、完全変形できちゃうというね、素晴らしい、よくできてる、変形なんですね。実際この手をまず、外してもらって、代わりにですね、このちっちゃな手、これ手なんだよね。比べるとわかるけど、実際アニメの方で変形するときに手が中に引っ込むんだけど、どうしてもそれはプラモじゃ再現できないんで、これだけは、交換する感じです。じゃあまず手の部分からね。これがね、手の部分が、ここが開くんだね。パカッと、パカパカッとこう開いて、手自体をここにパチッと入れる。で、両方とも開くんだね。ここだけね、ちょっとめんどくさいかな。このウィングをがっつり開いて、で、これが分かれてるのをバチッとこう、ジェットモードに行くときにこう行くんだね。ほぼこれで変形モード見えてくると思うんだけど、よいしょ。あとちょっと特徴的な変形が足をひっくり返す。ここだね。でもって、ここがすげえな。じじーん。こう変形するんだね。こんな感じかな。で、これをパカーンと割った時にここにくっつくんだね。足を前に持ってくる。おう、いったぜ。で、手自体をこんな感じかな。という感じで、この手以外は交換しないで、飛行機形態が再現できるっていう感じですね。で、ちなみにこの辺のね、ブースターとかもパコーンとこう、ちょっとね、バーニャが開くギミックがついててね、面白いかなと思います。このかっこいいね、台座がついてるんでね、この後ろに差し込むと、飛行形態の状態で飾ることができます。それともう一つね、これはルシファーの方のステッカーなんだけど、こういう細かいね、メカニカルなデカールがついてるんで、これを自由に貼って、こう羽とか貼ってあるね。ここかな。こういうところかな。
そう、よりメカニカルにね、再現する、完成させることができるんだよね。こことかもすごいいっぱいあるね。ちょっとやっぱりね、昔のね、LBX と比べてね、キットと比べて、かなり大人も楽しめる、クールなキットになってます。かっこいいね。なんか、ゼータガンダムのあれみたいね、ウェブライダーみたいね、ヒューッと駆け抜ける感じね。どう？これクールだね。そして次に紹介するのが、LBX、ルシファー。こいつだね。すんげえなんか羽が生えてかっこいいね。これ自体もね、アニメのシリーズの中で、人気だったやつで、神谷康介。こいつはね、天才、プレイヤー。伝説の天才プレイヤーが、操縦する LBX ね。これ自体は、天使、堕天使。英語だと、フォーリンエンジェルかな。堕天使ルシファーが、今回紹介するね。これ、ほぼシールが見当たりません。ね、ちょっとここに使ってるけど、あとはもうシールなしで、ここにもクリアパーツが使われてるね。で、堕天使だから、ウィングがつくんだね。このリアクターウィングが、実際これ自体はね、アニメだと空に浮いてる感じ。だから背中にジョイントしないんだけど、そこは再現できないから、クリアパーツでつけるんだね。このウィング自体もね、昔のと比べてすごい大きくてね、クリアパーツもたくさん使ってます。可動部分としては、こっからこれぐらい動くのかな？よく動くね。でね、クリアパーツと比べてね、この白と黄色のところもだいぶ光ってるなと思うんだけど、今回のこいつ自体はグロスパーツ、イエローもホワイトもね、このね、見えるかな？だいぶゴージャスに仕上がってます。かっこいいね。この角もかっこいいね。昔とかはこの角のね、この辺がね、シールだったりしたんだけどね、この角の中の奥、これもクリアパーツです。これだね、すごいね。フレームが入ってんで、コアスケルトンっていうフレームが入ってるんで、簡単に動きます。よく動きます。どっちかというと、OD よりもアクションポーズは取りやすいかな。ちょっとね、肩の部分が大きいからぶつかりやすいんだけど、足もね、すごいよく動く。ボールジョイント。このウィングがジャーンってつきます。で、こっちのウィングも、で、こいつの、武器が、よいしょ。じゃじゃんじゃんじゃーん。シールドでかいね。これもね、クリアパーツで再現してます。一応ここにはね、ステッカーとか使ってるんだけど、ほぼほぼ、このシールドにステッカー使ってるだけで、他のところは使ってないかな。かなりね、ウィングがでかいんだよね。ね。すごい迫力。こいつの一番特徴だね。しかもウィングがよく動く。いけてるね。超クールだね。こいつはね、中の、コアスケルトンを見せていこうと思います。はい。じゃあ、いらないパーツをちょっと外していきますね。最初ね、この中のインナーフレームを作って、コアメモリーを作って、そう、この中を作ってからはめていくんだね。こっちのね、OD も一緒。これ実際 LBX でも使われてる動力源、モーターとかね、インプットメモリー、メインのメモリーが入ってるんだけど、そう、みんなこれが最後外れると、最初はみんなこの、フレームだけの骨ロボット。これからアニメでみんなこういうのでビルドアップしていくんだね。自分のオリジナルの LBX をカスタマイズしていくっていう、設定でした。もうこれ自体が本当によく動く。キットを組み立てた時に好きなアクションが組みやすいんだね。古いキットも、すごく
30種類くらいかな、再販してるんで、昔遊んだ、LBX ファンもこれから、楽しめる。安い方はかなり1000円ぐらいの古いやつは安いんで、たくさん遊べるんじゃないかと思います。デフォルメのね、BB 戦士なんかと好きな人がしても、このフレーム自体をメインに改造できるから、ちょっと面白いかな。僕自体これだけ欲しいかな。たくさんゲットすれば、武者ガンダムとかなんか、アップデートできそうなんで、面白いかなと思います。とにかく、この LBX、作るのが楽しい。パチパチと組んで、結構ボロボロと取れますけど、気軽に遊べるんで、10年ぶりのこのバンダイの技術がね、復活させたっていうことでね、すごい、多分企画してた人は、かなり頑張って企画してると思うんで、ぜひね、そのね、熱意をね、ちょっと手に取って遊んでもらえればなと思います。ということで、今回、紹介させてもらったのは、ホビーリンクの、ケンジでした。ちょっとね、不慣れな部分があったんで、聞き取りづらいところとかあると思うんですけど、ごめんなさい。YouTube 初めてなんでね、そこはちょっと勘弁してもらえたら嬉しいなーってところです。ではまた、トッドとデイビッドがまた作りたくないっていう時に、もしかしたら出てくるかもしれないんですけど、よろしくね。じゃあ最後まで聞いてくれた皆さん、どうもありがとうございました。ではまた。